僕は美大へ、行かないっていう選択をして、でその代わりじゃないんですけどいろいろ興味があったので、アジアの方に旅に出て、でインドが長かったんですけど、そのインドの山の方、ヒマラヤの麓の村で滞在していて、2週間くらい滞在して、だんだんやることがなくなってきて、であまりにもすることがなくなったので、その辺に落ちてた木の枝を拾って磨き始めたんですよね。それが楽しかった、その時本当にあまりにも暇だったので、それがすごく楽しく感じられたのと同時に、その自分がもともとある自然物に手を加えることによって、そのものが含んでいる何か、秘めている何かっていうものが表に表出してくるっていう瞬間があって、でこれはなんかずっとやってられそうだなと思って、それをずっと続けてる感じなんですよね。初めインドに着いて、ゲストハウスで安い宿があって、そこで屋上にその場に居合わせたツーリストと集まっていろいろ話してたんですよね。でお互いに情報交換してて、でその中の一人の子が一人だけちょっと雰囲気が違うんですよ。でどこから帰ってきたの、どこ行ってたのって話してたら、いやちょっとすごい人と会ってっていう話だったので、いやよければちょっとその話聞かせてもらっていいって聞いてたら、ある行者がいるっていうんですよね。で向こうのそのサドゥと言われている修行僧というか、行を積みながら宗教的な生活をしている人たちがいるんですけども、その一人で男性なんですけど、男性器を棒に巻きつけるっていう修行をしている人がいるっていう話を聞いて、その村に行ったらしいんです。でサドゥに会いたいということを村の人たちに言って回っていたら、突然彼が泊まっていたゲストハウスのドアがパッと開いて、その行者が入ってきて「お前か俺を探してるのは」って言って、一枚だけ巻いてたんです。その布を巻いて、彼はベッドで寝てたんですよね。で寝起きにいきなりその男性が布を脱ぎ始めて、でその自分の性器を棒に巻きつけて、で後ろに回すんですね、こうやって。で「お前いいから乗れ」って言われて彼はベッドから起きて、その棒に足をかけて彼の背中にまたいで乗るような姿勢で、その修行僧は彼を乗せて部屋を一周するんですよね。で一周して最後に手を離したらしいんです。パーッとその瞬間にもう彼は意味が分からなくなって涙が溢れ出たっていうことを話してたんで、これは会わなきゃいけないなと思って、それでその村に行ったんです。18時間バスに揺られて、それで18時間バス乗り継いで到着して、とりあえずお腹減ったんでレストランに入って、2人で行ったんですよね。そこにたまたまそこに居合わせた日本人の子とでご飯食べながら話をしてて、ウェイターの人が来たので「こんな人がいるって話を聞いて、ちょっとこの村に来たんだけど」って話をした途端に、ちょっとなんか今までの雰囲気と顔色が変わって「ちょっとそれだったら裏に来い」って言われて、ちょっとなんかタブーに触れちゃったのか、なんかまずいことしたのかなと思って、恐る恐るキッチンですねに連れられて、彼についてキッチンに入ったんですけど、ふってみるとそのキッチンの奥に棒が立てかけてあるんですよ。あれと思って見たら、彼がおもむろにズボンを脱ぎ始めていや俺はそのサドゥのところで10年修行してたんだっていう話で、これは10年で一巻きしかできない、だから俺は10年しかいなかったから一巻きしかできないけど乗るかって言われてそれで乗らせてもらったんですよね。なんかそれが結構インパクトが強くて、でいろんな価値観を壊されたというか、
なんかね、まあその2週間後とかなんですよね、その磨き始めたっていうのは。興味はありましたね。やっぱりなんかそっちで生きていきたいなという思いはあったので、何かそれをこう模索してるというかる時期でもあったんですよね。でなんかこうその木を拾った時に一つの転換があって、それは結構明確にあって、それが何かっていうと、なんかそれまではこう何かを自分の中から表現しなきゃいけないと思っていたのが、なんかこうその自分が手を加えることによって何かが表出してくる、その喜びっていうのはなんかもうすでにその物質の世界の側にこう見るべきものというか、喜びのこう元になるようなものがあって、そこにこう自分が関わるだけでそれが何かその場がその瞬間が成立するんだっていう、何もこう自分の内面から表現する必要がないんじゃないかっていうような転換があって、そこからなんかこうそれだったら自分にもできるなっていうような感じになっていったんですよね。その磨くの延長で木をこう磨いたらこの空気感が表出してくるとか、このマテリアルのこのなんていうかな、フォルムがこう際立ってくるとか、なんかその自分の行為とその、自然界にある物質とのこう関わり方みたいなのをずっと模索していく中で、その以前に骨だったんですけど、骨を拾って、でやっぱその瞬間も何かこうその中にまだ掘り出されていない何らかのこう可能性があるような気がして、それは直感的にあって、それをどうしたらこうそこに触れられるのかな、それが表出してくるのかなっていうことを結構考えていたというよりは3年くらいいろいろなこうアプローチをその素材に対してする時期があって、それで少しずつ、形になっていたというか、感じですかね。それすごく聞かれるし、自分もよく考えるんですけど、分かんなくて、でもなんか自分にしっくりくるんですよね。なんか一時期本当に鹿から離れたくて、もう木を掘ろうと思って、でちょっと話飛ぶんですけども、近所のご神木が伐採されたので、それを大量にもらってきたんですよ。その木を掘るためにヤフオクでのみ一式買ったんですよね。でそののみ一式誰が使ってたのかっていうのを調べてたら、太田昭夫さんっていう昭和の彫刻家の木彫作家の彫刻刀だったんですけど、彼は木彫で鹿を掘るために奈良に移り住んで、その彫刻のためののみが手元に大量に来て、じゃあいざ掘ろうと思って、ちょっとこの木って何なんだろうと思って、その神社の役員さんに聞いたら「加護の木って言うんだよ」って言われて、で「加護の木ってどういう字なんですか？鹿の子って書くんだよ」って言われて、いやこれはなんかもうちょっと離れられないなと思って、なんかよくただの偶然なんですけど、でもなんかこう縁があったんでしょうね。自分もなんかすごくしっくりくるし、なんかそれくらいの感じですかね。でもやっぱりいくつかある中で、ここだったらこの曲線掘れるかなっていうのを模索するんですけど、結局
全くそれが適合する部材ってないんですよ。だから、それ結構面白くて、それが多分木彫と違う、その木彫と鹿っていう素材の大きな違いで、葉っぱはこうなっているけどもこうしか取れないっていう、ことの連続で、初めはその素材の制約っていうものがすごく不自由に感じられてストレスだったんですけど、ある時期からそれを受け入れるようになってから、これはもしかしたらすごくいいことかもしれないと思うようになって、っていうのが一度咀嚼するんですよね。そのモチーフとなっている植物の形態を自分の中で咀嚼して、こういう流れになっているのはどういうことなんだろう、日がどこから当たっていて重力に対してこういう螺旋によって長い葉を保っているんだなとかっていう形の奥にある摂理を一度咀嚼するからこそ、その別の葉の動きを作れるわけで、こういう動きだったらここに風が吹いていたらこうなるなとかっていう、ただの一つの形ではなくて、その背景にある空間的な広がりを持たせることにつながるんじゃないかなというような、最近は考えに至っていて、すごい最初はストレスでしたけどね。骨っていう素材って呼ぶ前に、その森の中で骨と出会って、この中には何かある。でもそれをどうしたら掘り出せるのかっていうアプローチをいろいろな角度からやっていっていた時期に、ただ磨くとか薄くしてみたりとか眺めるっていう時間をたくさんやっていたんですけども、なんとなく磨いていくと中に植物に似た構造があったりとか、そのつけた時に花びらのような光の透過の仕方をしたりだとか、そういう植物との接点みたいなのが自分の中でそういう情報が蓄積されていっていて、それと同時にその花とかを見る中で、なんかこの感じ骨の存在とすごく似てるなとか、桜を見上げてる時に思ったりだとか、そういうのが溜まってたんですよね。ただそれが作品として結実するまでには至らなかったんですけど、それが鹿の猟に同行する機会を得て、初めてその目の前で鹿が取れて、それを解体してる時にふと花を掘ろうと思ったんですよね。あるインパクトがポンときて、揺さぶられた時にこれまで溜まっていたその断片的な要素が一つの花を掘るっていう形につながっていったのかなとか、今は振り返ると思うんですけど、その時はなんとなく花を掘ろうっていうような感じで思ったんですよね。制作期間半年くらいかけていて、本数で言ったら結構多いですね。枯れている部分を少し黒いマーブルみたいな斑点が入っているものを選んで使っていたので、結構多く使っていると思います。きっかけは暇でお墓の周りをブラブラしてたんですよね。僕お寺の管理人をしていて、お寺の周りをブラブラしてて、でたまたま菊があったので掘ろうかなと思って持って帰ってきて、机の上に刺して掘るんですけど、枯れていくので一番枯れやすい上の方から掘り始めて、でだんだん下に下がっていったんですけども、もうこの辺りで大体枯れちゃってて、でももう他のものを新たに積んでくる気もしなかったので、そのまま掘っていったっていう感じですね。
えてなかったですね。とにかく本当に花を彫るって写真を使わないので、その時間との兼ね合いがいつもあって、やり始めてた頃はその咲いてる姿っていうのを彫りたかったんですよね。そこに一番生命感を感じていたので。でそれと対極にあるその狩りっていう死と立ち会う転換点から始まっていたので、余計にその生き生きと咲いている姿っていうものに惹かれていたんだけども、でもなんか最近はだんだんやっぱもう追いつけないものは追いつけないし、でもその咲いてる感じってどういうことかなって考えた時に、命ってものがどういうことかなって考えた時に、やっぱなんかその枯れていくことであったりとか、その死んでいくことっていう死っていうものを含んでるっていうことなんだな、そこに向かっていくっているその動的な様子をそこに感じているんだろうなと思って、だからなんか咲いている状態だけを見て彫るんではなくて、もう枯れていくならその枯れていくことを受け入れながらそこも彫っていくっていうようななんかスタンスに最近はなってきてますね。今ここ7年くらいずっと土を触っていて、でそれは照明を落としてほとんど暗闇の中で視覚情報をかなり落とした中で触覚を優勢にさせて抽象的な形態を今作っていて、その中で自分のものを作るっていう領域がかなり広がってきているので、そこから発展していく展開っていうのがなんかこの先ありそうだなというようなことを思ってます。